ミシエルです。アシスタントのグミジーです。今回は、タントタタンを作っていくよ。リンゴの美味しいスイーツじゃな。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後までご視聴お願いします。それじゃあ作っていくよ。はじめに底生地になるタルト部分、パータスクレを作るよ。卵を卵白、卵黄に分けます。クラリフェってやつね。余った卵白は冷凍して今度フィナンシェにでもしようかしら。お水を加えてほぐしておくよ。そしたら薄力粉をふるいます。そこに塩をひとつまみ。キンキンに冷やしておいたバターをサブラージュしていくよ。バターを粉干しで触れて細かくしてくよ。バターを溶かさないことを意識してね。だからバターをよく冷やしておく。あらかじめ細かめにしておくといいよ。粉と型の材料も冷やしておくとなお、よしね。ある程度バターが小さくなってきたら、指と指の間でこすり合わせて細かくしてくよ。バターのダマがなくなれば OK。さっきの卵黄、水を加えて。カードとかでさっくり混ぜるよ。まとまったらラップにくるんで冷蔵庫で休ませるよ。休ませないですぐ使おうとすると、グルテンが強すぎて、焼いた時に強く焼き縮むよ。私も一休みしようかしら。姫は働いてください。薄めで四角や丸にしとくと次に使うとき楽よ。お次は主役リンゴのキャラメリゼに行くよ。今回使うリンゴはソーセーフジ、ちゃん。それ、ワセフジ、と読むそうですよ。使うリンゴは好きなものでいいと思うよ。ではワセフジちゃんを切っていきます。皮はピーラーなんかで剥いてもいいよ。手を切らないように気をつけてね。芯は火を通しても硬いからしっかり取るよ。ワセフジちゃん大きめで、12センチ型には少し余ったから、普通のサイズ2個くらいがちょうどいいかな。はい、ではカラメルを作っていきます。グラニュー糖にお水を加えて加熱していきます。後からリンゴの水分とか後入れの砂糖とかあるから、初めのカラメルは結構攻めて、濃いめにしてもいいと思うよ。はい、一回火を止めてバター投入。これでカラメルの進みを一回止めます。リンゴちゃんを入れて煮詰めていくよ。火は弱火ね。お鍋にパンパンね。でもどんどん縮むから大丈夫。みんなは幅の広いフライパンとかの方が早く煮詰められるからおすすめです。カラメルが絡まるように混ぜようね。
あらかた馴染んだら後入れのグラニュー糖を入れます。蓋を閉めて煮詰めてるけど、落とし蓋の方が結果的に効率的だったかな。いい香り。煮詰めムラがないように途中何回か混ぜてね。その時身をなるべく崩さないように。まあリンゴのサイズはお好みでね。幅の広い鍋、落とし蓋だったらあんまり混ぜる必要なかったかも。伸びしろ、じゃな。美味しい色になったら OK。ではさっきの休ませたスクレを伸ばすよ。くっつき防止で打ち粉を敷くよ。小麦粉だったらとりあえず何でもいいよ。今回使うのは半分ね。もう半分は冷凍しておきます。また使いたい時に前日に冷蔵解凍すれば使えるからね。加熱してない卵が入ってるから、冷蔵庫だと3日で傷んじゃうから注意よ。スクレを伸ばすわよ。まな板の下に何か敷きなさいよ、私。均一に3ミリくらいに薄くできたら型に合わせて切るよ。伸ばした後の生地も一度休ませた方が焼き縮みしないけど、今回はこのままいくね。余りも冷凍します。一旦冷蔵ね。キャラメリゼを引き込むよ。裏面がケーキのお顔になるから綺麗に入れてあげようね。隙間ができないように。筆記のスクレを。ポン。軽く押さえてあげて。包丁やフォークで穴を開けるよ。ピケ。ピケ。ピケ。この動作をピケと言います。一箇所で大きく膨らんでボコボコしてしまうのを防ぎ、均一に膨らみやすくなります。ピケ。ピケ OK。200度のオーブンで30分くらい焼くよ。キャラメルゼちょっと余っちゃったから、後で食べちゃおう。単体でも美味しいのだ。今食べたでしょ。助けてにゃい。余ったカラメルも仕上げのツヤ出し用に取っておこうかしら。焼けたのがこちら。いい感じ。粗熱取れたら冷蔵庫で冷やします。冷えました。温め
めて型から外すよ。余ったカラメルを塗ります。そしてカット。はい、ではお待ちかねあの時間よ。ダウンレイズタイム。そして仕上げなんだけど、上に生クリームを絞るんだけど、このクレミーホイップっていうのを使ってみたいと思います。粉末タイプで牛乳と混ぜると、植物性のホイップクリームになるみたいね。絞り袋までついてていいね。今日は3分の1で使ってみるよ。牛乳を入れて、ホイップ。粉末タイプで保存が効いてちょっとした仕上げに便利ね。すごいあっという間にホイップクリームよ。絞ります。お好みでシナモンをかけたら、完成。それでは、いただきます。美味しい。リンゴのキャラメリゼが、美味しすぎる。煮詰めることによって凝縮された。リンゴの旨味、カラメルの苦さと甘さ。お口が幸せ。サクサクのシュクレ、ホイップやシナモンもいいアクセントよ。やっぱりリンゴのスイーツでタルトタタンは欠かせないわね。リンゴのキャラメリゼは本当に美味しいから単体でも作ってみてぜひ。でも作る手間がネックね。今度は時短で作れるタルトタタンを考えてみようかしら。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたね。